ジブリしか知らず受けたら採用していただいて業界に入ったっていう。無機物が動くこと自体が面白かったり、絵が動くことが面白かったり、周りからはなんでジブリやめたの今回は映画好きでも嫌いな天の弱監督柴山監督に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。監督もうここにもポスター貼ってありますけど、泣きたい私は猫をかぶるの監督でもいらっしゃって、はい、監督は軽く自己紹介というか、スタジオコロイドの柴山智隆です。よろしくお願いします。お願いします。監督ご自身で、この作品でちょっとアニメ作ってみようかなみたいなことって何かあるんですか？一個。そうなるとあんまりないかもしれない。あ、逆に。まあ子供の時から絵を描くのは好きだったんですけど、はい、アニメ詳しくなくてですね、はい、ジブリしか知らないくらいで、はいはいはい、美術大学に入って、はい、アニメの授業を専攻して、で興味を持って就職先を探そうとした時にジブリしか知らずそこから、はい、受けたら採用していただいて業界に入ったっていう。早速ちょっと異色な感じで始まってますけどそれってなんか絵を描きたいからって絵のお仕事をしたいからだったんですか？はい、アニメの仕事をしたいからっていう軸じゃなくてみたいな。アニメの仕事をしたいからですね。就職を考えた時には。なるほど。就職を考えた時にはってことだったんですね。はい。なんかいろんな選択肢があるじゃないですか。僕も芸大行ってて、その芸大の就職先みたいな話が、よく出る議題というか、だなって思いつつ、じゃあイラストレーターだったりとか、絵を描く仕事とかってたくさんある中で、アニメだったら仕事になるっていう考え方だったんですか？もうその時は無機物が動くこと自体が面白かったり、絵が動くことが面白かったりっていうアニメーション自体に興味があったんですけど、ちょっと自主制作アニメではいきなりは難しいよなというところで業界入るにはっていう考え方です。でジブリ今僕ね質問事項みたいなのたくさんあるじゃないですか。アニメーション制作のきっかけってここに書いてあるそこのもうジブリに今行ってるっていうこのこれではジブリ入って最初って何するんですか？それまで美大に入るまでは絵を描いてたんですけど、入ってからは描かず描いておらず、それでこの映画を見ていただいても分かる結構柊が重なるところがあるんですけど、自己肯定感が低い、僕自身。それで絵ではなく色も好きではあったんですけど、それで仕上げで色を塗る方の仕事で受けて採用いただいて。っていうまさになんか柊に重なるっていうのありますけど、お願いされることを断れない主人公じゃないですか。なんかいい人っていう表現というよりかは、お願いされたことをちょっと嫌だけど、でも聞いた方がいいのかなとか手を差し伸べた方がいいのかなみたいなことをずっと描かれるじゃないですか。そこはちょっと投影されてる部分ってあるんですか？ありますね。じゃあそのジブリ入りたての時とかの時は、まあでもお願いされてるからやるかみたいな感じだったんですか？そうですね。自分が必要としてくれる人がいることで、自分がそこに存在していていいんだって思える、ちょっと安心できるっていうところが僕自身ありますね。そこででもジブリって、いわゆるもう本当に、日本ならず世界のジブリなわけじゃないですか。最初色専門でやられてみたいな、そのステップアップみたいなところってなんかどういうきっかけで？仕上げで入ったら色彩設計なんですね。上に行くとしたら、そこにジブリだと安田道夫さんというすごい方がいらっしゃるんですけど、安田道夫さんに変わるほどの仕事はできないのではないかというのはありました。それで作画にその時興味が湧いていたので、ジブリ内で映るのは難しそうなので、やめなければと思って、やめて一からアニメーターになろうと勉強し始めたっていう。結構デカめな決断ですよね。周りからは
なんでジブリやめたのまあなりますよね。それってだって何年ぐらいですか、その辞められたというか、その辞める辞めないみたいな。それは千と千尋が最初の作品で、はい、ギブリズはに参加して辞めたので2年。千と千尋のみたいな周りに言われながらっていうことですよね。でもそうですね。確かに周りからは言われますよ。だって入りたい入りたい人たくさんいるだろうし。でもそこで辞められて、はい、作画の方にじゃあ進もうというか勉強しようみたいになるじゃないですか。そしたら何するんですか？就職になるんですか？やっぱり違う会社に。そうですね。普通に転職サイトもその頃あんまりなかったのかな。タウンページでアニメスタジオを探すぐらいな。マジっすか？募集を探してたんですけど、どこも、はい、経験者しか募集してなくて、はい、最初の経験どこですればいいんだろうと思って、それで知り合い捨てに東映の下請け会社に入れていただいて、そこで大変だった時期を過ごしました。でも一からってことですよね。勉強し直すというか。そうですね。そうなって次どうなるんですか？そうなってなんかまだ僕ここまでの経験ちょっとまだ遠いなみたいな、聞いてる感じまだ遠いんじゃないかみたいな。大丈夫です。いや全然逆に気になってしか今まで僕の中でルートが見えてないのがめっちゃ面白いなと思って。それで動画1枚100円とかで書いてたんですね。あれですよね。ペラ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 って動く、はい、あれってことですよね。そうですね。はい、原画があって中割りって言って真ん中の絵を割る、はい、動画で900枚かけた時があったんですけど、その時に原画にあげてくださいって言ったら、まだ下が育ってないからダメと。どこにでもよく聞くやつですね。上がれない問題みたいな。はい、高校の時にバドミントンをやってまして。はい、バドミントン、はい、スタジオジブリでバドミントン部の活動をしてたんですけど、はい、その時に一緒にしてた方がプロダクション IG でバドミントン部をやっていて、はい、で来ないって誘われたから、はい、バドミントンやりに行ったら、はい、隣のコートで今ウィットスタジオの代表の中武さんが、はい、バスケットをやっていて原画をやらないんですかって聞かれて、やれなくてって話したら、今 IG で動いてる作品で原画やってみませんかって誘われまして、そこから IG の仕事をするようになった。それはもう転職って形でなんですか？この時は出向みたいな感じなんですか？原画だけ受けたっていう。そういうのがあるんですね。そうですね。そんなバドミントンの話から何につながるんですか？そうですね、バドミントンの隣でバスケやってるウィットの社長って話なんですか？そんな狭す、いやでも狭いですよね、うん、そういう考え方すると、映画も全体的にそうですけど、業界ってちょっと隣行ったら誰かいるみたいな感じありますけど、そこからウィットのお仕事を入ってからどうなったんですか？それから、レイアウト、原画でレイアウトを出したんですけど、作画監督の方にしっかり修正いただきまして仕事できてないなと思いまして、中武さんに相談したら、一回入ってみますかみたいな感じで、無理やり隅っこ開けていただいて、用意していただいて入ったのがそのメインスタッフのスペースで、でそこで知り合った千葉貴弘さんという方、夜中作業される方で、僕ももうその時はずっと泊まり込みでしてたので、話すようになって、その方が次「カミチュ」という作品でキャラクターデザインやるから来るって誘っていただいてつながっていきました。1年間本当に死ぬ気で頑張ったんですよね。1週間この机で寝て、起きたら書き始めて、気をしないように寝てみたいな感じのを1年過ごしたら結構できるようになってまして、でその後また中武さんの作品で
誘っていただいたんで恩返しできると思って、シュバリエっていう作品でやって参加しているうちにA1 ピクチャーズができたんですね。そこの最初の宇宙ショーへようこそという作品が上中でお世話になった増成監督の作品で来ないと言われて A1 ピクチャーズに行って、そこで9年仕事させていただきました。監督デビューされたのはどのタイミングなんですか？じゃあそこで演出に転向して、それで助監督まで行った頃コロリドから次の作品「泣きたい私は猫をかぶる」で、佐藤純一さんが監督なんだけど副監督やりませんかということで誘われまして、でも佐藤さんもやっぱりお忙しい方で現場で決めなくちゃいけないことも多くなってきて監督という肩書きに変わったという。そうかそうか、だからダブル監督のこの並びになってるってことそうですね。それこそ一個話すっ飛ばしちゃってスタジオコロリドに来た話を今すっ飛ばしちゃったなと思って。佐藤さんとお仕事できるっていうのはまず一つ大きくて、あとはデジタル化がすごく進んでいるスタジオだったんですね。それまではずっと紙で作業していて、デジタル化対応しなくてはいけないと思っていたところだった。監督ご自身が。はい。あとテレビシリーズを作るのがとても大変で、スケジュールも厳しい作品ばかりで、なんとか底上げして見れるものにするところで精一杯みたいな仕事が続いていって、演出ができない思いがあったので、それで長編作品に挑戦したいっていう思いがあったっていうところですね。いざじゃあスタジオコロリド、僕らはやっぱりペンギンハイウェイ見た時に大作でこの自由度半端ねえなみたいなのはやっぱいろんなやっぱね商業作品がたくさんある中でペンギンハイウェイの異質さ半端ねえなみたいなのは、この猫が出た時にネットフリックスから来たかみたいなスタジオコロリドネットフリックスが来たぞみたいな、そういうところっていうのはなんか映画好きの中ではちょっとこう一個進めていくみたいな、なんかイメージだなって思ったんですけど、長編をやる環境があるっていうのはやっぱでかい。そうですね。長編と CM とかショートムービーも作る会社で、そうショートムービーも興味があってですね、いろいろ試せるので自由度もやはり高いんで、そちらもできるかもしれないというのは大きかったです。それこそなんか僕もともとの質問事項に書いてたいわゆる転機になった自分の作品みたいなことって言ってやっぱここになるんですか？いくつかありますが、僕その先ほどの A1 ピクチャーズにいた9年間の間に一流のアニメーターになるぞと思って頑張っていた時期があって、ある程度いったところで楽しくなくなってた時期がありまして、その時に宇宙兄弟から演出のお誘いを受けて、演出やって面白くなかったら業界やめようと思っていた時期がありまして、やってみたら面白かったんですね。というのはやっぱり全編通してコントロールできる、でメッセージを伝えることができるんだっていうことが分かったので、そういう意味では宇宙兄弟宇宙兄弟いいですよね。いいですよね。宇宙兄弟いいんですよ。でも確かにね、作品的にはやっぱり挑戦の作品ですもんね。めちゃくちゃ作品のテーマが挑戦じゃないですか、作品って。そう挑戦と挫折の連続だから映画作品が面白いですね。それでもさっきおっしゃってた9年いらっしゃった中で、それは何年目なんですか？宇宙兄弟が。でも7、8年。じゃあ結構。そうですね。後半目でこの先やろうかやらないかみたいなタイミングで来たお仕事がっていうのなんか他あるんですか？天気の。コロリドのYKK さんのファスニングデイズっていう。いつ頃監督というか演出されたんですか？泣きたい私は猫をかぶるが、すぐに動き出しはしなかったんですね。その間に
やらせていただいて、3 3分割にしたいとか、はそれで、いろいろ工夫してやったんですけど、その時に演出って何でもできるなと思ったんです。本当に可能性を感じまして、それも結構転機になっています。やり方とか楽しさみたいなものをちゃんと実感したみたいな感じなんですか？そうですね。後でこの話をメインに聞くんですけど、この先多分準備してる作品あるとは思うんですけど、監督ご自身この先どこ行きたいなとか、何したいかとかあるんですか？そうですね。今回オリジナル作品を作る大変さも面白さも経験しまして、やりたいことも出てきたので、もうしばらく映画作りたいなと思ってます。ああ、やっぱり映画なんですね。そうですね。なんで映画なんですか？映画体験というか、映画館での没入感、その作品の世界の中に入って登場人物に共感しながら、今回の作品だと柊と紬と一緒に、旅をして関係を築きながら、それで最後背中を押された気持ちで映画館を出るみたいな、そういう体験をさせてあげられるのは映画ならではないかと思ってます。ありがとうございます。後半戦じゃあ、よりちょっと作品の話を聞かせていただきます。はい。ちょっと一旦は前半は以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。一回9入れますか。はい。お疲れ様。